ヤヒヤブン・サイードから、ヒシャームからの伝承として、彼は、私の父が私に伝え、イブン・ウマルが彼に伝えたと語りました。イブン・ウマルは、アッターの使者、彼にアッターの平安と祝福あれが次のように煽ったと述べました。日の出や日没の瞬間を狙って礼拝を行おうとしてはならない。また、彼は、イブン・ウマルが私に伝え、アッターの使者、彼にアッターの平安と祝福あれが次のように煽ったと語りました。太陽の端、フチが現れ始めたら、それが完全に高く昇るまで礼拝を遅らせなさい。また、太陽の端が沈み始めたら、それが完全に沈み切るまで礼拝を遅らせなさい。アブダがこの伝承をフォローアップ、裏付けしています。サヒーフ・アルブハーリー第582、583ハディース。ハディースの説明。このハディースは、ファジュル、行の礼拝の後に太陽が高く昇るまでの礼拝という題名のもとにあります。つまり、その法的規定はどうなっているのかという点です。その規定とは、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれ、そしてご家族にもがそれを禁止されたということです。ファジュルの後に日が昇る、ターシュルーカ・トゥッシュリカまで礼拝することを禁止された。語形において、ターシュルーカ、日が現れて明瞭になる、または、トゥッシュリカ、その光が広がると表現され、それは太陽が地平線上にあり一本分の高さ、またはそれ以上に昇った後のことです。礼拝を禁止されたというお言葉の文脈上の一般的意図、総称は、ファジュルの礼拝の後から日が昇るまでの間は礼拝を行ってはならない、ということです。そして、ファジュルの後というお言葉の意図、真意は、ファジュルの礼拝を終えた後、という意味です。この章で今後詳しく触れられます。文字通りの、ファジュル、黎明が訪れた後、という意味ではありません。文脈上は黎明の訪れとも受け取れますが、正しくは、ファジュルの礼拝、義務礼拝を終えた後を指します。ただし、これにはいくつかの例外が除外、特別許容されます。伝統的な学派、マズハブにおける6つの例外。第1の例外、ファジュル礼拝を個別に終えた後に、集団礼拝が行われているモスクに入った場合、その集団と共に礼拝を行います。なぜなら預言者、彼にアッターの平安と祝福あれ、そしてご家族にもは、ある日ミナーのアルヒーフモスクでファジュル礼拝を行われた際、礼拝後にまだ礼拝をしていない2人の男に気づき、なぜ礼拝をしなかったのかとお尋ねになりました。彼らが、私たちは宿泊先ですでに礼拝を済ませました、と答えると、預言者は、宿泊先で礼拝を済ませた後であっても、集団礼拝を行うモスクに来たならば、彼らと共に礼拝を行いなさい。それはあなた方にとって自発的な任意礼拝、ナーフィラとなるからだ、と煽ったからです。これが一つ目です。第二の例外、ファジュルの義務礼拝の前に行う観光礼拝、スンナを義務礼拝の後に行う場合です。カイス・ブン・ファハド伝承のハディースにおいて、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれ、そしてご家族にもがファジュル礼拝の後に彼が礼拝をしているのを見て禁止、あるいは詰問された際、彼が、これはファジュル前のにラクアのスンナですと説明すると、預言者はそれを承認、容認されました。第三の例外、カーバー神殿のひろゆき、タワーフの後のニラクアの礼拝です。アブド・マナーフの子孫たちを、この館、カーバーをひろゆきし、そこで礼拝を行う者を、夜であれ昼であれ、いかなる時間帯であっても妨げてはならない、というハディースの一般的適用によります。第四の例外、逃してしまった礼拝、欠席分の補填、カダーです。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれ、そしてご家族にもの、礼拝を忘れたり眠って逃した者は、それを思い出した際に行わなければならない、というお言葉に基づきます。例えば、ファジュル礼拝の後に、昨晩のイシャー、夜の礼拝を混みず、ブドゥなしで行ってしまっていたことを思い出した場合、このハディースの一般的規定により、ファジュル礼拝の後であってもそれを補填して礼拝します。第五の例外、ズフル、正午の礼拝とアスル、午後の礼拝を前倒し、あるいは後倒しで結合して行う際のアスル後のニラクア、ズフルのスンナ礼拝です。結合していったアスル礼拝の後に、本来ズフルの後に行うべきニラクアを行うことが除外されます。第六の例外、金曜日に、イマームが説教、フートバーを行っている最中にモスクに入り、それがちょうど太陽が天頂にある時間帯、禁止時間帯と重なった場合でも、ニラクア、タヒーヤとアルマスジドを行います。学派の通説、著名な見解では、以上の6つが例外とされています。より正当な見解、動機、理由のある礼拝、
ズワート・アル・アスバーブの許容。しかし、最も正しい見解は、明確な理由動機、サブブーが存在するすべての礼拝は例外として許容されるということです。明確な理由のある礼拝はすべて、禁止時間帯であっても許容されます。その根拠は以下の通りです。第一の根拠、預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれ、そしてご家族にもがイブン・ウマルのハディースにおいて、日の出や日没の瞬間を狙って、意図して礼拝を行おうとしてはならないと煽った点です。狙ってはならない、意図して選んではならないという表現は、禁止がわざわざその時間を我慢して待ち、日の出や日没の瞬間に立ち上がって礼拝を行う者に向けられていることを示しています。なぜなら、そのような行為は、日の出や日没の際に太陽に向かってひれ伏す不信仰者、異教徒の姿に類似してしまうからです。第二の根拠、一部の学者が挙げた上記の6つの例外規定です。それらの例外の理由を熟考すると、それらすべてが、明確な理由動機のある礼拝だからであることがわかります。したがって、これらに類推して、理由のあるすべての礼拝、例えばモスクへの挨拶の礼拝であるタヒーヤとアルマスジドや、逃すと意味がなくなる緊急の判断をイスティハーラ礼拝なども許容されます。ただし、逃しても差し支えない事案のイスティハーラ礼拝であれば、禁止時間が過ぎるまで待つべきです。この見解は、多様な意見の中間に位置する最も重要で妥当な立場であり、すなわち、理由のある礼拝には禁止が適用されず、理由のない自発的な任意礼拝のみが禁止される、というものです。Q&A 何が、理由のある礼拝に含まれるか。問、集団礼拝を逃した人が後から入ってきた際、その人のために一緒に立ち上がって礼拝を行うことは、理由のある礼拝に含まれますか？と、はい、理由のある礼拝に含まれます。なぜなら、その遅れて入ってきた人物がいなければ、あなたは礼拝のために立ち上がらなかったからです。モンコミズ、ブドゥーを行った後にニラクアの礼拝、スンナ・アルブドゥーを行うことは、理由のある礼拝ですか？と、はい、これも理由のある礼拝に含まれます。門、初夜を迎えて妻の元に入った際、ファジュル礼拝の後であったとしても、推奨とされるニラクアの礼拝を行うことは、理由のある礼拝ですか？と、はい、そうです。門、モスクに入ったこと、タヒーヤとアルマスジドは、理由のある礼拝ですか？と、はい、その通りです。モスク入場時の礼拝と、時間帯による禁止の対立の検証。では、次の2つのハディースを検証してみましょう。あなた方の誰かがモスクに入ったならば、ニラクアの礼拝を行うまでは座ってはならない。ファジュルの後は日が昇るまで礼拝をしてはならない。ここには、一般的、総称魔と、規定と個別的、限定的、規定が交錯する2つのテキストの対立が存在します。これはどのように理解すべきでしょうか？モスクに入ったならばニラクアを行うまでは座ってはならない、という言葉を見れば、これは、時間帯に関しては一般的、いつでもであり、礼拝の種類に関しては限定的、モスクに入った時です。一方で、ファジュルの後やアスルの後は礼拝をしてはならない、という言葉を見れば、これは、礼拝の種類に関しては一般的いかなる礼拝もであり、時間帯に関しては限定的、特定の時間です。双方が互いに一面において一般であり、他面において限定的である場合、いかにして、モスクに入ったならば座ってはならないの一般的規定を、ファジュル後の礼拝禁止の一般的規定よりも優先させるのでしょうか。シェイフ、アルイスラーム、イブン・タイミーや、アッラーが彼に慈悲を与えられますようには、学者たちの間でよく知られた原則を提示しています。それは、モスクに入ったならばニラクアを行うまでは座ってはならない、という一般的規定を優先させるというものです。なぜなら、この一般性は、保持されている、マーフからであり、禁止時間帯における礼拝禁止の一般性は、保持されていないからです。ここで、保持されている、マフフーズとは、単に、異常がない、シアーズの対義語という意味ではありません。ここでの、マフフーズとは、例外規定によって限定、除外されていない一般的規定を意味します。その一般性が保たれ、何一つ除外されていないため、保持されていると表現されるのです。一方で、これらの時間帯における礼拝禁止の一般性は、合意された数々の問題、例外規定によってすでに限定、除外されています。一般的規定は、除外される例外が多くなればなるほど、その総称魔と力、一般性が弱まります。一部が除外されているという事実は、
立法者神、預言者が完全な一般性を意図していなかったことを示すからです。一部の学者は、一般的規定は、一度例外によって限定されると、残りの個々の事例に対しても決定的な根拠とはなり得ない。なぜなら言及されていない事例も例外に含まれる可能性があるからだ、とまで述べています。しかし正当な見解は、一般的規定は、例外として除外されたもの以外のすべての事例に対して、依然として一般性を保持するというものです。いずれにせよ、二つの一般的規定が存在し、一方が他方よりも多くの例外除外を受けている場合、より例外の少ない、一般性が保持されている規定が優先されます。これは、学問の探求者が矛盾、対立に直面した際に極めて役立つ有用な原則です。太陽の端が没する際の禁止と悪魔の角の H。太陽の端、縁が沈み始めたら、完全に沈み切るまで礼拝を遅らせなさい、という言葉は、イブン・アッバースが、アスルの後は日が沈むまで礼拝をしてはならないと述べた、アスル全体に及ぶ禁止時間帯の一部、日没の直前に関する記述です。しかし、太陽の円盤が沈み始めるその瞬間の礼拝を開始することが特に禁止されているのは、その時間帯が、不信仰者、異教徒が太陽を見送るかのように太陽に向かってひれ伏す時間だからです。また、日が昇る際にも、彼らは太陽を迎えるかのようにひれ伏します。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは、その理由についてハディースの中で次のように言及されました。それは悪魔の二つの角、頭部の間から昇り、沈むからである。なぜなら、悪魔はこの二つの時間帯において人々に太陽を崇拝させるよう誘惑し、日の出の際には太陽に近づいて自らの頭の二つの角の間に太陽を位置させ、その間から日が昇り沈むように見せるからです。それにより、太陽に向かってひれ伏している者たちが、まるで自ら、悪魔に対してひれ伏しているかのようにするためです。したがって、この禁止は、多神教徒が礼拝を行う時間帯との類似を避けるためなのです。そして、この禁止は、特別な理由のない自発的な任意礼拝、絶対的なアフィラに限定されます。ムスリムは、この二つの時間帯にそのような任意礼拝を行うべきではありません。一方で、義務礼拝の欠席分の補填、カダーンについては、すべての禁止時間帯において、制限なく履行されるべきです。